皆さん、こんにちは。地経学インサイトへようこそ。今回はですね、台湾の総統選、それと立法院の選挙に関するまとめということで、江藤直子上級研究員に、今日はお話を伺っていきたいと思っております。聞き手は私、地経学研究所所長の鈴木でございます。それでは早速ですけれども、先日、1月13日に行われました、台湾の総統選挙、それから立法院議員選挙に関して、お話を伺っていきたいと思います。まずは総統選挙ですけれども、総統選挙では、この民進党の頼清徳氏が、この勝利したわけですけれども、得票は全体で見ると 40%、それに対して、国民党の侯友宜氏が 33%、そして民衆党の柯文哲氏が 26% ということで、これまで想定されていた以上にですね、柯文哲氏の前線が目立ち、逆に民進党の頼清徳氏の新勝というか苦戦というか、そういった状況があったかと思います。で、この民衆党の柯文哲氏がこれだけ票を取ったというのはやはり驚きだったわけですけれども、こうした点からですね、江藤先生は、この台湾の人々の選択がどのような意図というか、どういったことを反映してこの結果になったのかということをお考えになっているのかお聞かせ願えればと思います。はい、ありがとうございます。まずこの各人のですね、得票率に関しては、これまでと違って、やはり3政党での投票であったということで、相対的に頼清徳氏の得票が下がったというのはもう自然な結果であろうと思います。ですので前回の蔡文総統の得票率よりは当然ながら下がるということは予想されていた。他方で投票率 71.9% ありまして、比較的やはり関心も高く、前回ほどではないんですけど、前回は香港問題があって非常に高い投票率だったんですが、比較的、想定通りの投票行動であったのかなというふうに思います。ただ、ご指摘の通りですね、民衆党が想定以上に票を集めたということはありまして、これは民衆党の一つの戦略勝ちであった部分があったのではないかなと私自身は考えております。というのはですね、民衆党、政策として一体何がやりたいのかというと、民進党と大きな違いってさほどないのではないかなというふうに思うんですね。あまり独自の政策路線を打ち出しているということではなくて、大きな特徴としては、今までの二大政党制のやり方ではいけないんだということ、政権交代が起こらなければいけないんだということを前面に打ち出していたということがありました。で、これに応えたのが若年層の方たちですね。これは日本のメディアでもよく指摘されていますけれども、特に20代の人たちの間ではですね、現地で何件かお話を伺った中で、KP って書いて、柯文哲氏のことを言うんですけれども、KP に入れないのなんでっていうぐらいのですね、民衆党を支持することがある種おしゃれなんだという、クールなんだっていうような雰囲気が広がっていて、例えば自分は国民党支持なんだけどっていうのは、大学に行ってキャンパスでそういう話するのはちょっとしにくいんですっていう声が聞こえるような、ある種の雰囲気がうまく醸成されていたんですよね。ですのでやはり若年層の人たちの政策論争云々ではなくて、民衆党という一つのグループに支持を集めようといううまい雰囲気を生み出していたというのが一つ要素に大きかったのではないかなというふうに思います。で、他方でですね、逆に40代以上の人の中には、これは側文しただけですけれども、自分は民衆党支持ってちょっと言いにくいんだっていうようなですね、逆のベクトルも働いていた部分がありまして、これが社会の雰囲気であったということですね。で、もう一つありますのは、今回はですね、国民党も民衆党も親中イメージをできるだけ避けたというところが途中までありました。で、最終的には国民党の主張は台湾は中国と対話をしなければいけないんだということで、国民党の岩盤支持層の票固めをしたわけですけれども、しかし大きな意味で広い意味では必ずしも統一路線ではないと
いう形で進んだんですね。というのは、直前に馬英九氏、前の元総統の馬英九氏が、自分は習近平氏を信じることがあるという海外メディアに対してですね、こういう発言をして、これが親習論という形で注目を集めましたけれども、これに対して、こういう義士とそのチームはですね、必ずしも自分たちはそういう路線ではないんだということを明確に示していて、ここで中国との距離感っていうのが浮かび上がってきたわけですね。国民党は民進党と比較すれば対話というのが必要である、安定した関係のためには対話が必要であると主張していましたけれども、以前のような統一路線ということを掲げたら人々がついてこないということも同時に認識していって、台湾全体として現状維持派というのがやはり基本的な流れであり、そこから大きくそれた場合には人々の支持は得られないということも認めている。またもう一つ大きなポイントとしては、これは特に民進党の方でよく指摘されていた国際社会が今回の選挙に注目しているっていうこともよく言われてたんですね。で、これは蔡英文政権が外交関係非常にうまくやったという評価につながっていたと思います。ですので、この蔡英文政権がうまく運営してきた他方で、例えば不動産価格が、賃金が実質的に上がらない中で、なかなか若者には手が出ないという不満も当然ながら醸成されている。これはおそらくどの政権が運営していたとしても国際的に今住宅価格高いですし、難しいところあったかもしれませんが、その不満の受け皿として、二大政党ではない民衆党に特に若年層が流れたという結果であったのではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。世代間の問題ですね。特に民衆党が、この若い層を、取り込んだというか、非常にがっつり掴んだということと、逆に、国民党の支持層がどんどん高齢化していくみたいなところも、一つの特徴としてあったと思いますし、非常になんていうんですかね、世代間の認識の格差とか、ジェネレーションギャップみたいなもの、特に台湾アイデンティティとか統一ということについての、ニュアンスに対する反応っていうのもだいぶ変わってきたなというのが明らかになった選挙でもあったかなというふうに思います。続きまして、この総統選挙と同時に行われた、立法院の選挙でもですね、これはもう民進党が51議席、国民党が52議席と、極めて拮抗している状態の中で、両方とも過半数を取れずに、民衆党が8議席、トータルで113議席になるわけですが、無所属が、複数あるので全部足すと113にならないんですけど、両党、二大政党が拮抗する中で、民衆党がこのキャスティングボートを握ることになるという、こういう状況で、特に台湾の選挙は小選挙区と比例代表っていうのが並立している選挙ですけれども、これが、民進党と、小選挙区では民進党と国民党が同数で、比例でも民進党と国民党は同数で、先住民票っていうやつが、議席がいくつかあるので、そこで一つ差がついただけということで、民衆党が、比例で8議席を獲得したという、こういうことで、先ほどおっしゃられたように、民衆党っていうのが、新しい、なんていうか、第三政党としての、存在感を見せたと。小選挙区では勝てなかったけれども、比例で8議席も獲得したというところが、一つ大きな特徴だとは思うんですが、それ以外にも、やっぱりなんていうか、先ほど、江藤先生おっしゃられたような、この大きな流れの変化っていうものがあったんだろうと。ただ、総統選挙と比べると、議席の配分で言うと、かなり、民進党と国民党が拮抗した状態になるということで、ここから、見て取れるものっていうのは何か、あるのか、この点についても、江藤先生の考えをお聞かせいただければと思います。はい。ありがとうございます。民進党が第二政党になったということは、想定よりも悪かったなというふうに思いますけれども、全体として民進党からも国民党からも党を奪う形で民衆党が伸びたということではないかと思います。で、これはですね、頼清徳氏に投票した人が地方、特に地方都市の中で、
党においてはどこに投票するのかといったときに、民進党に投票しない、でも国民党も選べないということで民衆党に票が流れたということであろうと思います。で、個人としての民衆党の議員さんというのはその意味ではあまり信任を集めなかったわけですから、これは党としての民衆党の生き残り策が功を奏したのであろうと。で、それは元を正せばですね、野党連合の話があったときに、江遊義氏と柯文哲氏ともう一人、角対明氏がこの時はいたわけですけれども、この時にやろうと副総統でもおそらく柯文哲氏は受けるのではないかと見られたのが結果的に受けずに、しかし総統選挙では勝てないと思われるけれども候補としては残るって、この選択肢を選んだ理由が党の生き残り策であったのであろうと私は考えています。柯文哲氏という非常にカリスマ性のある政治家が総統選挙に残って民衆党を同時にアピールするということで若者の支持を彼のもとに集めていく。それが民衆党の各議員さんの支持にではなくて民衆党全体の支持につながった。民衆党の各議員と他の政党の議員を比べたときにはやはり実力として他の議員さんの方が上回っていったと判断が働くんだけれども、党として民衆党の人気が高まった。それは柯文哲氏が総統候補として残り続け、民衆党をアピールし続けた結果だと思うんですね。そしてそれがもともと野党連合がうまくいかずとも柯文哲氏が残り続けた理由の一つだと思いますので、これは民衆党が狙い通りに党の生き残り策、そして議席の獲得数を伸ばすということができた結果ではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。安易な比較は多分できないと思うんですけど、アメリカでも第三党っていう、これは大統領選挙の時に出てくるんですが、日本でも例えば既存政党の殻を打ち破る形で、例えば維新の会みたいなものが出てくる時も、やっぱりカリスマ的なリーダーが出てきて、党全体のこの支持が広がるみたいな、そういうパターンにもなんとなく似てるなというふうには思うところもあり、結果的にこの、総統選で勝つというよりも、むしろ、立法議員の選挙で、統制を広げるという、こういうことにつながったということは確かだろうと思いますので、これが、将来、台湾の二大政党制というものを壊していくのか、それとも、一時的なものになっていくのかっていうのは、これから多分見ていく上で、注目すべき点でもあるかなというふうに思っています。それでは次の質問ですけれども、今回、相当与党になったのが民進党。でも、民進党は議会で多数が取れなかったという、ある種のねじれが生まれたわけですけれども、かつて同じ民進党政権であった、陳水扁の時にもこのねじれというのは、あって、当時はその予算が決まらなかったり、米国からの武器の購入っていうものが、難しくなったりというようなことがあったとは思うんですけれども、先ほど、江藤先生のお話の中にもあったように、民衆党が、どういう政治的立ち位置を取るのか、民進党とのこの親和性というか、この関係の、良さっていうものがあるとすればですね、この、民衆党と民進党の、民民連立、ないしは民民協力みたいなものっていうのは、これから、進んでいくというふうに、お考えになるでしょうか。はい。これは進むと思いますが、ちょっとどの程度進むのかというのはまだ判断しかねるところ、民衆党自身が判断しかねるのではないかと思います。というのは、やはり今まで二大政党制批判してきましたので、これで民進党と連立政権を組むということになると、支持層がどのようにそれを捉えるのかということは、考慮の余地があるんですけれども、しかし同時に民進党は与党になりたいと、党としての実力を高めるために閣僚を送り込みたいということも同時にありますし、実際にもう議員さんの中で閣僚やりたいって言っている人がいるということもありますので、この辺のバランスは民進党が何を提示してくるかにもよるのではないかと思います。また民進党もですね、同時に自分たちはオープンなんだっていうものを言ってますので、民衆党との協力ということも考えると同時に、国民党からも誰か議員さんで協力をする人が出るかどうかということにも働きかける可能性もあるわけですね。ですので、この後、両党首、朱立倫氏という人が国民党では党首なんですけれども、と、柯文哲氏
と頼清徳氏がどのような議論をしていくのかということが一つの注目ポイントになるのではないかなというふうに思います。またですね、予算の成立の問題でよく指摘されますのが、米台関係の悪化につながるのではないか。つまりアメリカからの武器購入について、台湾議会で予算案が通らないために、これが関係悪化につながる可能性があるのではないかと。これ、陳水扁政権の時の事例としてよく上がっていて、可能性としてもちろんあると思うんですけれども、同時にその2000年代との違いとしては、アメリカの側で2022年12月に成立した国防受験法の中で、アメリカの財政の中で台湾に対して武器供与をするということが法律的に可能になっているわけですね。で、これは融資としての20億ドル以内、それから贈与としての20億ドル以内という形で、アメリカ側が台湾に提供することができるようになっていますので、見越していた部分もあったんだろうと思いますけれども、ある程度の、総裁の措置は取れるという形になりますが、決定的な悪化にはつながらない可能性もあるということだと思います。はい、ありがとうございます。次の質問ですけれども、日本ではやはりどうしても台湾の総選挙、総統選挙、それからこの立法院の選挙の中では争点になったのが対中関係だというところに焦点を置いた報道が多かったように思いますけれども、実際に台湾に行かれてこの選挙をご覧になられたときに、本当に中台関係が争点だったのかっていうのは、私ちょっと疑問があって、なんとなくそれ以外の争点の方が大事だったんではないかなというふうに思ったんですけれども、この何が一体今回のその争点だったのか、特に総統選挙においては柯文哲氏がこれだけやっぱり支持を得たっていうのは、二大政党制に対する批判というのもあるでしょうし、それ以外の多分要素もあったと思うんですけれども、どういう争点でこの台湾の人々はこの選択をしていったのかっていうことについて、江藤さんご自身のご意見、観察で、感じられたことを教えていただければと思います。はい。二つあるんですけれども、一つには、中国ファクターといったときに、外から言う中国ファクターと台湾内部で言う中国ファクターの意味に少しズレがあると思うんですね。で、外から言うときの中台関係、あるいはこれ中国というものが台湾政治に影響を与えているという意味で中国を語るときにはですね、国際情勢の中で中国が動いていて、その中で台湾の位置づけがあって、中国は台湾を統一するために積極的に影響交流策や圧力をかけているっていう少し台湾の政治の外側の話をしている部分がある。それに対して台湾での中国ファクターといった時にはもう台湾の中で中国がどのように語られていて、経済的に中国とどういうふうに付き合っていきたいから中国を考慮しなきゃいけませんよねっていう台湾の内部の議論として中国をどう捉えるのか、中国とどう付き合うのかということを争点にするのかどうかという話で言われているんですね。で、外側の話で言ったら当然ながらその国際社会との協調であるとか、対話をするのかしないのかといったことで議論としてはあるんですけれども、それが台湾の内部の政治の力学として働いているのかというと、今回は中国ファクターはそんなに働いていないとも指摘されています。想定よりもずっと低かったと。例えば、フェイクニュースの問題ですね。ディスインフォメーションとも言いますけれども、これがされているというふうに民進党サイドが特に言っていって、実際に様々なYouTube のインフルエンサーであるとか TikTok であるとかで民進党批判の議論が起きておりましたけれども、これが中国がやっているものなんだというと、逆に台湾内部からは、いや民進党は陰謀論ばっかり言ってるけれども、本当にも問題もあるんじゃないのといったような、民進党に対するある種の批判につながった部分もあります。ですのでこれは途中からは台湾内部でも中国問題というよりもこのポピュリズムを煽るような言説には問題があるというふうにちょっと議論の組み替えが行われたり民進党サイドではしていたんですね。で、これはですね、2つ見方があって、本当に問題があるものを各政党が対立構図の中でそれはディスインフォメーションだとか陰謀論だって言ってしまって全部相殺してしまっては困るというバランス感覚、特に権力側にその不信の眼差しが向かいますので、権力を持っている人たちが世論コントロールするための圧力として使いかねないじゃないかっていうための警戒感ですね。
これは台湾の社会の中にもあったと思います。そしてもう一つは、中国側がそれを見越してといいますか、もうその前から様々な民進党には腐敗があるんだ、汚職があるんだっていう民進党不信を煽るような社会に対する浸透工作を少なくとも半年ぐらい前から始めていて、故に民進党サイドが何かを言っても、その流れの中で見てしまう人たちも一部にはいたという双方があるんですね。ですから完全に影響がなかったともあったとも言い切れない部分があって、ケースバイケースで見なければいけないんですけれども、例えば世論調査を捏造して発表する人がいた。これはもう完全に政治問題だけではなくて刑事的な問題として逮捕に至ってますけれども、こういった事例もありますので、なかったとは言えないけれども、中国ファクターという話をしたときに過剰にそれを利用してはいけないというバランス感覚も働いていたんだと思います。故に民進党の主張に対してのある程度の留保がついたのではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。なんとなくやっぱり外から見ているのと中から見ているのでは全然違うのと、やっぱりその中国ファクター、ディスインフォメーションもそうですし、もう一つはやっぱり通商問題ですよね。中国がこういろんな経済的威圧ですとか、輸入の停止ですとか、そういったことをこうハイライトしてきた。それがどう働いたのかっていうのもこれから多分来清徳政権ができた中でですね、いろいろとこう反映されていくのかなというふうに思います。はい、経済問題に関しては、中国に対する期待値が以前ほど高くないということもあると思います。むしろもう少し、サプライチェーンも含めて多層的な貿易関係を作っていかなきゃいけない。もちろん中国が非常に貿易相手として高いんですけれども、しかし、台湾の一番の商品である半導体に関しては何もできないだろうという判断と、それ以外の製品に関してはもっと外にも広げていけるという両方の判断も働いていたのであろうと思います。そうですね。なので逆に言うと、その中国との経済関係を良好にするというふうに主張していた、国民党の、支持というか、国民党のその訴えが必ずしも十分、効果を得なかったということでもあろうかなというふうには思います。最後の質問になりますけれども、この来清徳氏、副総統の、候補というかパートナーとして、この、台湾の、駐米大使にあたる、蕭美琴さんを、この、副総統として、キャンペーンを展開しましたけれども、かなり、来清徳さん、この、対米関係に対する、なんていうんですかね、肩入れというか、かなりそこに軸足を置いた、政策を進めていこうという、こういう意図があると思いますけれども、ただ他方で、台湾では義米論っていう、アメリカを疑うですね。こうした、アメリカに対する不信感みたいなものが、多少、なりともあったと思うんですけれども、この選挙結果は、こうした義米論っていうものを払拭するような結果になったのか。っていうことについて、今後の台湾の対米関係も含めて、何かお考えにあるところお聞かせ願えればと思います。はい。台湾の対米重視というのは、蔡英文政権が非常に強く打ち出した路線だったと思いますし、来政権はこれを蔡英文政権の路線を基本的に引き継ぐということを主要な主張としていたんですね。というのは、一般の人々からして蔡英文政権の対外政策は成功であったという認識がされていて、これは党の集会のスピーチなどでも自らの売りポイントとしてアピールしていた部分でもあります。で、蔡英文氏が来清徳氏と蕭美琴氏に対する信頼を持っているんだというところで、あと、動画なんかもそうですけども、彼の後を継いでもらうんだっていう形で、打ち出している。これはやはり蔡英文氏の評価が相対的に高いということで、対米重視ということはありますし、来清徳氏もこれを引き継ぐと思います。で、他方でアメリカ側は、義米論が一番強く出ていたのは、一昨年の暮れから昨年の初めにかけてなんですけれども、これはやはりウクライナ問題などで、横目に見ていて、本当にアメリカは、軍事的に助けに来るのかどうかわからないじゃないかっていう議論が出たという部分でしたね。で、この後、アメリカサイドは台湾重視の姿勢を見せて、義米論を払拭すべく努力をしていたと
いうこともありますし、それから10日の段階でハイレベルの使節団を誰が勝ったにしても送るという形でスタインバーグ元国務副長官とアドリ元国家安全保障補佐官を送るということが決定していましたので、ここを重視して中国が批判をしましたけれども、それでも送るという形で重視の姿勢は示されていたと思います。で、これはですね、台湾内部でアメリカとの関係性がどういうふうにつながっていくのかっていうのは、基本的に反対意見というのはないと思いますけれども、蔡英文政権の評価、それからこれからの立体性特使への期待というのが、次の選挙、2026年の地方選挙、統一地方選挙に向けて、また動きが始まると思いますので、この辺の議論の整理というのは、おそらく今までのものを継続しつつ、ある種の調整が図られるんであろうと思いますし、その際に来政権が明らかに重視する姿勢を示したのが実は日本なんですね。選挙の翌日の14日の朝に、日本台湾交流協会と、それから日華議員懇談会の、台湾を訪問しておりましたので、代表と会っているということがあって、来清徳氏個人ももともと日本重視であるというふうに言われていますが、行動として最初に日本に会うんだっていう形でメッセージを送り始めていますので、鈴木先生ご存知の通り、学術交流というのももうすでに話が始まっているようにですね、様々な動き日本に対しても始まる。それが、対米関係のみならず少し幅広い台湾外交の行動の余地を生みたいという来清徳氏の方針ではないかなというふうに感じております。はい、ありがとうございます。韓国では、ユン政権ができて、日韓関係が良くなり、今度はまた、来政権が台湾でできることによって、日台関係もこれから、さらに、もともと蔡英文の時にでも、日台関係良かったと思うんですけれども、さらにまたそれが、一段加速すると。実は日本はこの周辺諸国と、の関係が今どんどん良くなっているという、すごい不思議な、あまり日本の努力の結果なのかどうかではなく、向こうが変わったからこっちも変わるみたいな、そういう結果ではありますけれども、これを、うまく、なんていうんですかね、チャンスとして、日本のこの東アジアにおける関係をより、強化していくみたいなところにつながってくれればなというふうに思っています。本日の、地経学インサイトは、ここまでとしたいと思っております。まさに、台湾に、訪問されて、選挙を観察された、江藤先生のお話を伺いできて、大変、有意義なお話を聞けたかと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この、地経学インサイトはですね、こうした、新しい出来事なんかも含めて機動的に、いろんな、テーマで、短い動画をお送りしていきたいというふうに思ってますので、ぜひ、高評価、それからチャンネル登録の方をお願いしたいと思います。それでは本日の地経学インサイトをここで終わりにしたいと思います。江藤先生どうもありがとうございました。